今回は、小学生の頃やってしまったルール違反や罪についてまとめてみました。以前アンケートにて募集した、視聴者様からの意見コメントを参考にしております。たくさんご参加いただき誠にありがとうございました。非常に興味深い内容となりましたので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。手札とマナの交換。意外と少ない、約2万票のうち 5% の票を獲得いたしました。これは相手がプレイに集中している時や、こちらがプレイしている時に、巧みなカードさばきで手札とマナを入れ替えます。また、入れ替えるのではなく、シンプルにマナ加速する野郎もいましたね。あれ、さっきマナ置いてなかった？気づければいいのですが、大抵は気づくことができません。相手はマナにある切り札や、今欲しいカードをいつでも手札に加えることができます。こんなもん勝てるわけないですね。もし見つけた時は、多分注意しても無意味です。再犯率はかなり高めです。なのでそっと距離を置くことをお勧めします。マナのごまかし、意外と多い、約2万票のうち 15% の票を獲得いたしました。これは例えば6マナ必要なのに5マナしか払っていなかったり、そのターンで2回目のカードプレイ時に、あれ、マナの支払いミスってる。ちょっと巻き戻すね。こうで、よし、6マナでザガーン召喚。ってちょっとごちゃごちゃさせることで、実際に支払ったマナをごまかす戦法。あとは色のごまかしですね。これはうっかりが多いと思いますが、それゆえにバレたらうっかりミスってことにして、マナに非文明ないのに非のカードを使用するなど、世の中には色々な悪者がいるということです。なので皆さんは、自分のターンではないからといって集中を切らさず、相手のプレイをしっかり見ることを推奨します。これは相手を信頼するための監視なので、相手を疑っているわけではありません。疑う自分に対して怒ってきたとしても、あなたは何も間違っていませんからね。何の話してんだろう。カード泥棒。意外と多い。いやいて欲しくなかった。2万票のうち 16% を獲得いたしました。シンプルに相手のカードを盗む余裕の犯罪行為。気づいた時、容疑者に問いかけると、そいつ多くの場合、バックで当てたと言い訳してきます。恐ろしいですね。小学生という狭いコミュニティの中で、親しい友人のカードをパクる行為は、それだけで絶縁レベルの許されざる行為。ルール違反は許せるが、これだけは許せないってコメントもありましたね。ちなみに僕は小学生の頃、兄から借りていた超流バジュラを盗まれました。傷という、揺るぎない証拠があるにもかかわらず、友人はパックで当てたと言い訳をして、以降は僕の目の前でバジュラを使用することはなくなりました。そして家に帰れば、鬼の形相をした兄にゴリ詰めされるという、ひどい仕打ちを受けたことがありますね。謎のドロー。意外と多い、2万票のうち 17% を獲得いたしました。これは相手の目を盗んでドローしたり、ドロー効果で余計にドローするなど色々ありますね。たまに相手に合意を取ってドローする。泣きのもう1枚というルールが僕の地元にはありました。あれはあれで面白いローカルルールでしたね。たまにターン開始時のドロー。あれ、俺ドローしたっけとすっとぼけて聞いてきて、いや引いてないな、とさらにドローする鬼面状野郎がいますが、そいつにはいい病院をおすすめしてあげてください。イカサマシャッフル。アンケートの中でダントツのトップ。2万票のうち 48% を獲得いたしました。小学生の頃は、相手にシャッフルという文化があまりなかったため、自分のシャッフルで完結することが多かったのです。なのでデッキ下に持ってきたいカードを仕込んでおき、クソみたいなシャッフルでデッキの上へ持ってくる。小学生で最も有名なイカ様がこのクソシャッフルとなります。このイカ様の汎用性の高さは、パーフェクト呪文もびっくりするほどであり、最も多いのがシールドにトリガーを仕込む目的ですね。他には初手に欲しいコスコルピアなどを仕込むことも可能ですし、ディメンジョンゲートなど、デュエル中にデッキの中身を見た後、欲しいカードをデッキトップに仕込んだりと、まさに小学生イカ様シャッフルなんですよね。オタクジョークすみません。コメントでもシールドを仕込む行為をしたことがある人、かなりの数いらっしゃいました。僕の地元では、シールド5枚を好きなカードにして対戦する、アホみたいなデュエマがあった時期もありましたね。まあこういったローカルな楽しみ方が、デュエマの面白いところでもありますが、皆さんはどんなローカルルールがありましたか？コメントで教えてください。最後はコメントで多くいただいた、選択肢以外のイカ様を一部紹介していきます。まずはこちらのコメントから、デュエマではシールドを先に展開してから、手札となる5枚のカードをドローするのですが、
小学生ってこの順番適当だったじゃないですか？それを逆手に取り、最初に5枚ドローして内容を確認後、あ、これシールドだったね。とシールドにするイカ様ですね。こんなもん言い訳がありませんが、僕はしたことありました。本当にごめんなさい。続いてはこちらのコメント。これイカ様でもないのですが、めっちゃあるあるで驚きました。見てもいいけど反応するなよって感じなんですよねちなみに僕の場合は、プレイしている自分自身がデッキ上を確認していましたね。次ドローするんだからいいじゃん的なノリで、言い訳ありませんね。続いてはこちら。デュエマではデッキ枚数は40枚と決まっていますが、小学生同士の対戦において、相手のデッキ枚数を確認するってなかなかないんですよね。それを逆手に取った、デッキ枚数のかさ増しとなります。このコメントの方はありもしないルールを吹き込み、その上でさらに多いデッキ枚数にするという、悪の極みですね続いてはこちら。これは以前の動画でも取り上げましたが、多色カードのマナに関する勘違いですね。イカ様ではないのですが、要は多色カードのマナの発生は、含んでいる全色ではなく、その中の一色しか発生しません。デュエプレとは異なる仕様となっていますね。これ勘違いしてしまっている人、コメントでも非常に多くいらっしゃいました。僕の地元ではなぜかこの勘違いはありませんでした。言われてみれば確かに勘違いしてしまう内容ですよね。当時はネットも不十分な環境でしたから、なかなか知る由もなかったんですよね。続いてはこちら。ブレイクされた時、手札のシールドトリガーをあたかもブレイクされたかのように発動するイカ様。これ僕もやったことあります。意外とバレないんですよね。これシュールすぎて笑ったんですけど、どういう意味ですか？最後はこのコメント。サメトレとは、カードのトレードをする際、カードの価値をあまり理解していない初心者などに対し、自身の持っている弱いカードを、相手の高価なカードと交換させるトレードのことを言います。相手を騙して食い物にしていることから、肉食のサメに例えて、シャークトレード、サメトレと呼ばれるようになりました。これは確かにありましたよね。僕は兄のおかげでそこそこの知識はあったのですが、例えばパックからレアカードが出た時、あんま強くねえよ。だってこいつでこうじゃん。と相手を騙し、そのレアカードをサメトレしていたやつを思い出しました。それでそいつそのカードを平気で使っていたので、メンタル強いなと感心させられていましたね。もしかしたら心優しい視聴者様の中には、騙されていた側の人の方が多いような気がしますね。もしこういったトレードを見かけたら、騙されかけている人を守ってあげたいものですね。以上、小学生の頃やってしまったことをまとめていきました。いかがだったでしょうか？半分みそぎのような動画となっておりますが、この動画で自身の罪を悔い改めていきたいと思います。皆様も、よかったらコメント欄にて、自身が犯してしまったイカ様を書いていってください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。